回 RTL8159 をレビューしましたが、一部のベンチマーク結果が良くありませんでした。しかし今回 RTL8127 相手に測定し直してみると、こんにちは、とぶきちです。これは RTL8127 および RTL8159 のレビュー動画です。本当は RTL8127 のレビューを作る予定はなかったんですが、RTL8127 を買ったところ、前回のベンチマーク結果が不正確だったのが発覚したので、緊急で動画を回すことにしました。というわけで、かなり偏ったレビューになっていますが、購入時の参考になれば幸いです。2025年末、主にフライトシムで使っている PC の中身を Ryzen 7 9800X3D に入れ替えることにしました。ところが 10GB イーサネットカードがまともに動作しません。手持ちの AQC107 採用カード X870E のチップセット側に挿して使用したところ、負荷をかけるとすぐに接続が切れてしまいます。ところで、前回も紹介したように、ちょうど2025年秋頃から、リアルテック製の新しい 10GB ネットワーク用チップが出回り始めています。ネット上でも新しい RTL8127 採用カードのレビューが増えてきました。自分も AQC107 の後継にと思い、アリエクスプレスで RTL8127 を注文しました。ちなみに、ウーファローからも採用カードが出てます。中華カードそのままで、価格は2倍なので、価格を取るか、国内保証を取るかという感じですね。それでは開封して内容物のチェックです。と言っても中身は本体とロープロファイルブラケットが入っているだけでした。ボード上は TG2481S と書かれたノイズフィルター、そしておそらく電圧生成部が肉に見えるだけで、あとはヒートシンクの下に隠れています。裏面も至ってシンプル。ではベンチマーク時のセットアップを紹介していきます。チップセット側の PCI スロットに装着。すでにリアルテックのドライバーをインストールした状態でしたが、取り付けた直後では 10GB でリンクせず、ドライバーを改めてインストールすることによって、10GB いいカードとして認識するようになりました。ドライバー設定はジャンボフレームを 9K にしたのみで、あとはデフォルトの状態です。テストマシンは Ryzen 7 9800X3D MSI の X870E トマホークという環境、Ryzen 9 9950X に USB 3.2 接続の RTL8159 がサーバ役となります。ハブは前回も紹介した 10GB 中華ハブ。ベンチマークは iPerf さん、ストラフィック、クリスタルディスクマークを使用しました。早速結果を見てみましょう。まずは iPerf さん、ファイルアップロード、ダウンロードの両者とも受信、送信がほぼ限界値の 9.9GBps になっています。続いてクストラフィック、1接続時の受信、送信とも 4.2GBps ですが、これはプッシュ。フルパターンでテストしているためで、両帯域を足すと約 8.4G になる計算です。最後にクリスタルディスクマーク。こちらは前回同様 NV メプロファイルでのテストとなります。ほぼ限界値の 9.8GBps が出ていますね。まとめると、ほぼ 10GB 以下の限界値が出ているという非常に優秀な結果となりました。というわけで、今回の結論、2026年に PCIe 4.0 世代以降の PC、もしくは USB 3.2 世代以降の PC で 10GB ラン環境を作るなら、リアルテック一択。以上。